Welcome to a new episode of English Word of the Week. 前回のエピソードでは Cancel Culture という概念を紹介しました。見逃した方は右上をクリックしてください。今日のエピソードでは Ratio という単語を解説します。Ratio という名詞の原義は数学における比率や割合です。つまり2つ以上の数量を比べてそのうちの1つを基準にその他の数値が基準の何倍の大きさであるかを示す数値です。例えばある学級において男子生徒の数が10人、女子生徒の数が15人だとすると、これらの数値は10対15もしくは2対3という比率によって表すことができます。英語ではThe ratio of male students to female students in this class is 2 to 3と表現できます。または The male to female ratio ということもあります。さて、2017年頃になって ratio の新たな用法が主に Twitter 上で確認されるようになりました。この新用法では ratio はあるツイートに対するリプライの数がいいねやリツイートの数をはるかに上回っている状態を指します。そして ratio は動詞化もされ、前述の状態に陥ることを getting ratioed と言います。では、そもそもなぜ ratio という現象は起こるのでしょうか？この疑問に答えるためには、いいね、リツイート、そしてリプライの3つの機能の特徴を把握する必要があります。まず、いいねが押されるのは主に好きな内容のツイートを見つけたが、自分自身のタイムラインにそのツイートを必ずしも表示させたくない場合、そしてそのツイートの投稿者や他のユーザーと特に関わりを持ちたくない場合です。いいねはボタン一つ押すだけで行えるので、最も手軽な選択肢です。二つ目に、リツイートするのは、見つけたツイートに含まれる文章や画像、動画、リンク先のウェブサイトなどを自分のフォロワーの間に拡散したい場合です。リツイートもボタン一つで行えますが、自分の意見を付け足すことも可能です。そして三つ目に、リプライは主に、見つけたツイートに対する自分の意見を表明したり、他人と意見を共有したり、またはツイートの投稿者と交流したりするために書き込まれます。必ず1文字以上入力しなければならないという性質上、リプライが最も時間と労力を要する選択肢です。そのため、より手軽ないいねやリツイートよりも、より手間のかかるリプライがツイートに集中するということは、それだけユーザーが意見を表明したくなるような内容がそのツイートに含まれているということです。特に極論や挑発的な文言で意図的に物議を醸すようなツイートには多くのユーザーが釣られて否定的または感情的なコメントを残す傾向があります。つまり、ratio は炎上の指標と捉えることができるのです。ここまではオンラインの辞書やネットスラングの解説に書いてある情報を紹介しました。では、実際にどのようにこの単語が使われているのか、Twitter で使用例をいくつか探してみましょう。最も頻繁に見られる例は、他人のツイートに対して ratio とのみ書き残すものです。興味深いことに、リプライ先のツイートが必ずしも炎上しているとは限らず、さらには前述したリプライの数がいいねとリツイートの数を大きく上回るという定義にもはや当てはまらない例が大半を占めるようになってきています。つまり ratio とは ratio とリプライすることを指すメタ概念へと進化を遂げているということです。リプライ先のツイートが単に自分と意見が合わないため気に食わず、捨て台詞や冷やかしのつもりでratio と書き込んでいるように見受けられます。続いての例も先ほど紹介した定義とは大きく食い違っています。Wendy's に ratio されたと書いてありますが、Will Brinson のコメントにはたった一つのリプライしかありません。つまり、このツイートにおける ratio は相手を言葉で言いまかすという意味だと解釈できます。ご覧のように2022年現在、ratio の定義は変化し続けています。これからどんな新たな用法が生まれるのか、
目が離せませんね。